こんにちは、秋です。4月ももう後半に入りました。ということで、こうして慌てて購入本の紹介動画を撮影しています。そうですね、1週間に1本の Vlog を投稿してるだけで少し満足している部分があって、油断してるとこうして毎月月末になってしまうんですよね。で、最近はせっかく小説読むなら感想をまとめて書き残しておきたいっていうような気持ちが出てきて、しばらくやめていた読書感想を書く時間を作るようにしてます。書いた感想はノートに投稿する予定なので、もしよかったら読んでみてください。ということで、今月も購入本の紹介をやっていきたいと思います。まずは毎月購入している文学界の5月号です。すでにいくつか読み進めていて、今月号の連載だと大沢雅治さんの AI と人間、あと松尾鈴木さんのエッセイも結構好きでした。で、あと何よりも今月号は文学界新人賞が掲載されているので読むの楽しみです。で、受賞作は2作ですね。浅田悠馬さんの親切な殺人と志島紫さんのさそり座の火星で、親切な殺人の方はもうすでに読み始めていて、でこちらの内容は、プロの総合格闘家でありながら施設の生活支援員として働く29歳の男性が主人公の物語です。で、まだ前半しか読んでないんですけど、細かい描写が印象的で、これから物語がどう展開していくのか読むのは楽しみです。で、あと作品もそうなんですけど、選評が結構楽しみで、作品を読んだ後選評を読んでいきたいなと思います。続いてが文芸ですね。こちらも毎号購入している文芸誌です。で、すでに結構読んでいて、特集の一つ働くためらを読み進めているところです。で、そうですね、鈴木すずみさんと勅使河原舞さんの対談結構面白かったです。で、あと創作では永井美智香さんのすべてくれてやるからと石田果歩さんのポッドちゃんも読みました。すべてくれてやるからのあらすじは、語り手が本っていう少し変わった小説で、ブラック企業で働き体調が悪くなっていくご主人を心配する本たちの姿が描かれていて、結構その世界観に引き込まれました。で、ボットちゃんの方は、とある会社専用の AI ボットが語り手の物語で、普段からチャット GPT をよく使ってる自分としてはとても感覚的にわかるようなものがあって、あとそうですね、 AI のボットから見えてくる人間の姿が結構面白かった印象です。で、あと2025年春号に掲載されていた岸本幸子さんのシリオンファイヤー日記が連載になっているのは個人的にはすごい嬉しかったです。っていうのも25年の春号時点ではまだ連載じゃなかったんですけど、結構シリオンファイヤー日記面白くて好きだったので、当時連載になってほしいなと思っていたので、これからしばらく読めるのが嬉しいです。で、続いてが、村上春樹さんのアンダーグラウンドです。こちらは、今年で地下鉄サリン事件から30年ということで、3月に SNS でよく見かけた本でした。で、あと SNS の投稿の中で結構絶賛しているような文言を何度か見かけて気になったので購入しました。で、あらすじをちょっと読んでみると、1995年3月20日の朝、東京の地下で本当に何が起こったのか。同年1月の阪神大震災に続いて日本中を震撼させたオウム真理教団による地下鉄サリン事件。この事件を境に日本人はどこへ行こうとしているのか。62人の関係者にインタビューを重ね、村上春樹が真相に迫るノンフィクション書き下ろし。ということで、こちらの本かなり分厚くて2段組で、
780ページもあります。ネットで購入したので、届いて少しびっくりしました。で、個人的に村上春樹さんってノンフィクションのイメージがなかったので、どんな感じなのか、気になってます。はい。なので読むのはしばらく先になると思うんですけど、じっくり読んでいきたいなと思ってます。続いてが大江健三郎さんの取り替え子です。こちらは少しずつ読み進めている文芸批評の小説の未来で解説されている小説で、次に読む作品がこの取り替え子だったので購入しました。こちらも簡単にあらすじを紹介します。国際的な作家小木との義兄で映画監督の五郎が自殺した。動機に不信を抱きうつうつと暮らす小木とは悲哀から逃れるようにドイツへ立つが、そこで偶然五郎の死の手がかりを得、徐々に真相が立ち現れる。ヤクザの襲撃、性的遍歴、半世紀前の四国での衝撃的な事件、大きな喪失を新生の希望へとつなぐ感動の長編ということで、大江さんの本はまだ他にも結構積んどくあるんですけど、多分2冊か3冊あるんですけど、小説の未来のリストを早く読破したいっていう気持ちがあるので、直近ではまずこの取り替え子を先に読もうと思ってます。4月の購入本最後が荒川洋二さんの文学の空気のあるところです。こちらは2024年の11月に購入した文学は実学であるが好きだったので、荒川洋二さんの別の本も買ってみようということで選んだ一冊です。で、内容を紹介すると、いささか気恥ずかしいのですが、僕はこんな時代になっても文学が好きなんだなと思います。豊かな陰影を持つ作家と作品、印刷や造本のこと、詩歌との出会い、古今東西の文学の魅力とそれに関わる人々の姿を温かな言葉ですくい上げ、新たな読書へと誘う。語りの名手で知られる著者のエッセンスが凝縮された懐かしくて新しい文学の話9編ということで、この本は荒川さんの本を中心にした講演9回を収録した本だそうです。たまに本にまつわる本を読みたくなる時があるので、その時用のストックとして、小説と小説の間に読もうかなと考えてます。ということで4月はこちらの5冊を購入しました。金額としては約6000円と控えめな購入で我慢できた方かなと思ってます。読んでない本が大量にあるので、当たり前といえば当たり前なんですけど、で5月に入ったらちょっと4月に読んだ本の感想について話す動画でも作ろうかなと今考えているところです。今のところ読書感想をまとめる時間が全然足りてないので実現できるか今のところわからないんですけど、ゴールデンウィークもあるし可能であれば挑戦してみようかなと思ってます。はい、以上2025年4月の購入本の紹介でした。